はい、こんばんは、まさとです。本日は Live for Good ということで、for Good というプラットフォームがあるんですけれども、そちらのでクラウドファンディングを挑戦されている方を毎回ゲストにお呼びさせていただきまして、ライブ配信をしております。よろしくお願いします。今回は SNS 感覚でつながる日本のソーシャルアクションプラットフォームを広めたいというプロジェクトをやられています、花田みなみさんをお呼びさせていただきまして、インタビュー形式でやっていきます。まずはですね、for good って何ですかという方がまだいるかなと思いますので、簡単に for good の説明をさせていただきます。世界をグッドに、思いをアクションにというビジョンのもとですね、やっております。みんなで助け合う社会を作る for good は社会をより良い方向に変えていくプロジェクトが集まるクラウドファンディングのプラットフォームです。世界15カ国で社会問題に取り組む株式会社ボーダレスジャパンが運営しております。クラウドファンディングのプラットフォーム for good でございます。その for good のですね、ライブ配信チャンネルということで YouTube チャンネルになっております。よろしくお願いします。はい。今回はですね、そんな中、for good でクラウドファンディング挑戦中の花田さんをお呼びしております。花田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、簡単に自己紹介からお願いしてもよろしいですか。はい。皆さん、はじめまして、花田みなみと言います。今現在、個人で、ボノジェクトという日本のソーシャルアクションプラットフォームっていうものを運営しております。で、今日は皆さんにボノジェクトをより深く知ってもらうため、いただけるように、このような機会いただきました。本日どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。ではですね、このボノジェクトっていう言葉ちょっと、気になって、はい、ボノジェクトっていうところからちょっと聞いてもいいですか？突然なんですけど。もちろんです。ボノジェクトっていうのは、プロボノっていう言葉とプロジェクトっていう言葉を掛け合わせたものになってまして、プロボノっていうのが、ラテン語で公共善、社会善っていう意味を持ってて、プロジェクトは、その、いろんな形で活動を行っている、その、活動内容を言うんですけれども、それを掛け合わせて、いろんな人々が行っている社会活動をより広く発信できるようなサービスにしていきたいという思いで、この名前にしました。なるほど。はい。いきなりね、はい、予定になかった話をしたんですけれども、ちょっと気になってたんで。はい。結構私としてもいいネーミングセンスかなって思ってます。そうか、ボノジェクト。ちょっともう一回見ます。ありがとうございます。公共善っていう言葉自体を今初めて知ったぐらいなんですけど。本当ですか。公共善。はい。本当にボランティア活動だったりとか、その利益重視ではなく社会的な利益を元にしたそういう活動だったりとかのことを公共善っていう形で。なるほど。ありがとうございます。ではですね、今回こういった日本のソーシャルアクションプラットフォームを広めたいということなんですけど、SNS 感覚でつながるということですが、このプロジェクトの概要というか、これって何って思われた方もいるんじゃないかなと思うので、プロジェクトの概要みたいなところからちょっとお聞きしていこうと思うんですが。はい。ボノジェクトは一応その日本国内で行われている、社会貢献活動というものを分かりやすくみんなに掲載させていただいて、かつみんなが気軽に意見交換ができるような場所づくりとして作られた、情報プラットフォームなんですけど、もっと簡単に言うとしたら、その社会活動に特化した SNS 感覚で使える情報掲示板みたいな感じです。はい。特にできることとしては、その活動者の方々が自分たちの活動だったりとか、あとはイベントとか、あとはボランティアとかインターンとか求人情報を載っけるようなことができるような内容と、あとは本当にみんな、アカウントをそれぞれ個人が持つことができるんですけど、そのアカウントを持っている方々同士で、日頃気になる社会問題についての意見交換だったりとか、例えば、SDGs 関連の本とか映画とかないかなって思った時に気軽に聞き合えるような環境を、ウェブサービス上で提供するという形でサービス展開してます。なるほど。だから、先ほど言ったように本当に掲示板みたいな形で、はい、このプロジェクトっていう、サイトって言っ
ていうんですかね、サイトがあって、そこに好きに投稿もできるし、そこで交流もできるし、みたいなイメージなのかな。そうですね。うん下の方に行ってもらうと写真が出てくると思うんですけど、プロジェクトごとにカテゴリー単位で掲載できるようになってまして、例えば、動物保護活動に興味があるっていった場合は、上の方にあるそういう環境保護とか動物保護っていうカテゴリーをクリックしていただいて、で、そしたらそこに関連する情報が出てくるような掲示板が一つあります。で、各記事において、その活動内容と活動に取り組むにあたっての、心意気みたいななんでその活動をやっているのかっていう点に関して、より強調できるような、掲示をすることができます。で、もちろん、その、アカウントは皆さん持ってるので、自分たちのマイページ機能っていうのもあったりとかして、で、そこで実際に気になる活動者さんの他の活動を知ることもできたりとか、その方々のウェブサイトとか、他の関連の SNS 系に飛ぶことができるような感じになってます。はい。なるほど。特に今までのウェブメディアだったりとか、SNS 上での情報発信との違いっていうのが、やっぱり今までのものって、インフルエンサーさんの方とか、ウェブメディアの方で記事出してるとは思うんですけど、結局、ストックされずにフローで流れていってしまう情報っていうのがすごく多くて、例えばテレビ番組とか、想像すると分かりやすいと思うんですけど、そういう SDGs 情報局みたいな感じでの、番組があったとして、やっぱりどんどん活動を紹介すればいいけど、どんどん知らないまま終わっていってしまうようなものってすごくあると思うんですね。っていったときに、そういう活動内容も全部ちゃんと、網羅的に、この、ウェブサイト上に来れば、全部また見直すことができる。かつ、連絡取ろうと思えば取ることもできる。みたいな。ちゃんとそういった、なんていうんですかね。どうか言っちゃわない情報を情報にするためにまとめ上げるサイトっていう感じですね。なるほど。なので SNS とかだと、インスタとか、どんどんそのページとか保存したりとか、見返さなきゃいけないとかあると思うんですけど、でもそういうのをしなくても、キーワード検索とかで、プロジェクト上だと、気になる、キーワードごとに検索もできたりするので、よりわかりやすく見れるかなと思ってます。なるほどね。SNS 感覚では使えるんだけれども、その SNS だとどっかすぐにね、流れていっちゃって、情報欲しかったのにどこ行っちゃったんだろうってならずに、プロジェクトのページだったら、ちょっと検索したらすぐ自分が見たいのが出てくるっていうのが、できている社会貢献とか、そういった社会課題を解決するに特化したプラットフォームって感じか。その通りです。なるほど。これ気になったのは会員制度って書いてあったんですけど、これってどんな感じですか？会員制度っていうのは、まず非会員と会員っていうの違いっていうのは、非会員の場合はもう短期的に使いたいっていう方々もいる。で、会員制度っていうのは長期的に使いたい方々って想像してもらうとすごくわかりやすいんですけど、非会員の場合は、例えば、それこそ学校の課題とかで SDGs 関連の活動について論文書かなきゃいけないってなった時に、興味のある活動ないかなと思ってパッとページを訪れて、こういうのあるんだっていう風な形で、一個のデータベースみたいな形で、ちょっと使いたい方々を対象としてて、で、その方々も活動内容を見れるし、イベントも見れるしっていう状態にしてあります。ただ、会員制度に入っていただくと、掲示板、一応無料会員でも掲示板は見れるんですけど、特に会員になってくださった方々向けの、入れるスレッドみたいなのが作る形になってて、で、その中で特に、会員になっていただいた、活動を探している方と活動者様を実際に、つなぐことができるようなコミュニティを作ったりだったりとか、実際にもっと直接的な対面でのイベントとかを、ご案内するような形になっています。
なるほど。そうですね。やっぱりなんか、既存でオンラインコミュニティとかもあると思うんですけど、なんかそういったものにも、似たようなところはありつつ、でもちゃんと一般的にそのオープンな情報プラットフォームとして活用していただきたいなって思ってる感じです。なるほど。ありがとうございます。では、この、プラットフォームが、プラットフォームを広めたいっていうことで今回やられてるんですけど、この、ソーシャルアクションプラットフォームが広まっていくことで、どんな社会課題が解決できるとか、こんな未来が作れるんじゃないかみたいな、そういったビジョンみたいな、こんなのを目指してますみたいなありますか？そうですね。本当に、個人的な最終着地点っていうのは、ちょっと話が飛ぶんですけど、サステナビリティかけるアクティビティということで、なんかそういう社会貢献につながるようなアクティビティを楽しめるテーマパークみたいなのを作りたいなと思ってまして。はい、なんか、例えば、体験とかでも、やっぱり草木染めとか、あと自分で土を作るコンポスティングとか、なんていうんですかね。水中クリーニングアップとかあるじゃないですか。ああいったものを、網羅的に楽しめるような、でかつ学びの場になるような場作りをしてみたいなっていうのが最終着地点にありまして。で、まずは、日本国内の社会活動を取り組んでいる方々っていうのをちゃんと可視化させるために、一旦、ちゃんとしたプラットフォームを確立して、で、そこから、次の段階としては EC サイトを作らせていただいて、でそこでもっと、幅広くいろんな方々に製品として届けられるような場作りをしつつ、次のステップで、海外の方々に日本の社会活動、こういうものありますよっていう、提示をさせていただいて、そうですね。一応そのオーガニックとかフェアトレードの市場っていうのが海外の方が約6倍あるって言われてるんですね。なので、日本国内の活動をより広めるためには、そういった、海外からの注目っていうのも必要かなと思っているので、なんかそういったところにもつなげていきたいなと思ってて。で、その先に、ディズニーの SDGs 版じゃないですけど、なんかそんな感じで、なんか楽しく、社会活動を学べて、かつ体験できて、エンタメを感じられるような、場作りをしていきたいなと思ってます。なるほど。じゃあもう本当に今回のソーシャルアクションプラットフォームを広めたいっていうのは、その最終的な目標に向けての第一段階のきっかけみたいな部分になっていて、実際は大きな目標があるんだよってことで。そうですね。もちろんすいません。プロジェクトの方で、ちゃんと活動者さんごとに、ちゃんとお互いがお互いを認知するのも大事だなと思っていて。特になんか、ね、日本の社会問題に対して取り組んでる方々ってたくさんいるんですけど、でも一人一人が個人個人で頑張ってしまって、結局同じような悩みを抱えてるのに、同じようなところでとどまってしまうとかっていうのはすごくあると思うんですね。なった時に、それをなんかさっきの情報掲示のところで同じような活動をしている方々同士でもつながっていただいたりとか。もしくは、なんか新しいことに挑戦したいような企業さんだったりとか、もちろん活動者さん同士とかでもつながるきっかけを見つけてもらって、で、よりなんか幅広く新しい組み合わせでのなんか社会活動とかを繰り広げてもらえたらなっていうのも思ってたりします。なるほど。はい。今の話はね、すごくわかる部分があって、はい、僕は普段クラウドファンディングのアドバイザーとしていろんな相談を受けてるんですけど、はい。全く同じようなことをやりたいっていう相談を受けるんですよ。その時に、この二人が手を組んでやったら大きいことできるじゃんって思いながらも、やっぱりなかなかね、そこをくっつけるとこまでいかないんですよ、やっぱり。で、別々でプロジェクトやってみたりっていう流れになっちゃうんですけど、そこを、言ってしまえばつなげることができるプラットフォームになっていくと思うので、はい。これはちょっと広めたいですね。ありがとうございます。で、広まるといいなと思って頑張ってます。なるほど。ありがとうございます。はい。で、今回は、クラウドファンディングを活用するってことになったと思うんですけど、はい、これクラウドファンディングを活用しようと思った理由みたいなところって何かありますか？
そうですね。やっぱりもちろん、運営資金とかの調達っていうのもすごく大きいんですけど、それ以上に、その、フォーグッドのクラウドファンディングのやり方っていうのがすごくいいなと思ってて。っていうのも、グッド隊っていう形で、その、フォーグッドの運営の方々とか、関わってる方々とかが一緒になって、その、みんなで広めようっていう形で、その、情報発信を協力してくださるじゃないですか。ってなった時に、それこそ私の求めてるその活動者さん同士が認知するきっかけにもつながるし、かつ自分の範疇より超えた先でのなんかそういう認知が広まるんじゃないかなっていう思いがあって、で実際に活用してみようと思って使ってご利用させていただきました。なるほど。はい、でもこのね、グッドタイっていう仕組みは、他のプラットフォームでは今のところないものだと思ってたので。そうですよね。うん。それがすごくいいと思って。はい。すごくそこはわかります。はい、私も。じゃあ、クラウドファンディングを活用しようみたいなイメージはあったんだけれども、他の、いわゆる日本で言えばキャンプファイヤーだとか、あとこういったプロジェクトで言うとレディー4とか、ちょっと近い形で、昔からって言うと変ですけど、もともとね、日本では有名なプラットフォームあるんですけど、そういったところではなく、もうフォーグッドだみたいな感じですかね。そうですね。あとちょうどその資金調達考えてるときにタイミングよくフォーグッドができましたっていう通知をもらって、これはもう使わせていただくしかないなと思って。やっぱタイミングって大事ですね。そうですね。はい。なるほどね。私は本当にボノジェクト個人でやってる状態なので、なんかそういった形で運営さん込みで応援していただけるっていうのがすごくありがたいです。なるほど。ありがとうございます。はい。ではですね、ちょっとリターンですね。クラウドファンディングといえば、リターンがあって、そのリターンを選択していただいて支援をいただくっていう応援をしていただく部分があると思うので、その後のリターンの部分をちょっと見ていこうかなと思うんですけど、どうしましょう？これがおすすめっていうのありますか？もしくは、一個一個見ていきますか？特に可能であったら、5000円以上のリターンを選択していただけると嬉しいなと思っていて、というのも、5000円以上からになってくると、私自身が、それこそどうしてボノジェクトを始めることになったのかのきっかけだったりとか、あとはさっきちょっとお話しした今後の展望っていうところで、より深く、詳しい内容をお話しさせていただくような、なんかオンラインイベント、もしくは対面でのお話っていうのを、一応、ご提供させていただくつもりなので、なんか、もし本当にボノジェクトのね、使い道をもっと深く知りたいだったりとか、思っていただけたら、それ選んでいただけるとすごく嬉しいなっていう感じです。なるほど。はい。一番高額なリターンはこれかな？そうですね。どんどん金額が上がるごとに、どんどんプラスアルファで、リターンがつくような形になっています。内容がですね。はい。中身が。そうですね。で、一番高額になってくると、先ほどお話しした会員制度の方の、1年間ご利用いただけるものと、かつ、そうですね、活動自体のロゴ掲載だったりとか、ホームページ上に特設ページを作るんですけど、こちらで特別に、紹介させていただいたりとか、実際に私自身がオンライン上か、もしくは対面で現地まで足運んで、その活動内容についてインタビュー聞かせていただいて、でそれを記事にして、プロジェクトのブログページみたいなので、公開させていただくような形のリターンになっています。なるほど。はい。ちょっとね、すごく文字小さくて読みづらいかもしれない。そうですね。はい、多分今この YouTube の配信だと本当こっち小さく映ってるだけなので、そうですね。ちょっとでもね、興味あるなっていう方は概要欄にリンク貼ってあるので、そこからしっかりとページをご覧いただければと思いますね。
まあ5000円以上がおすすめであるよって感じですね。あとは本当にそれぞれ選んでいただいてっていう流れで。はい。はい。そして現在、目標が一重100千万、30万。はい。で、現在25,000円ですよと。はい。一応、今、掲載し始めて3日目の段階で、はい。で、10% ぐらいね、達成させていただいて、本当にありがたいなっていう思いでいっぱいです。まだスタートして3日目なんですね。そうなんです。はい。で、まあ、あとね、20日頑張って、皆様に、情報発信させていただこうと思ってます。じゃあまだこれからですね、本当に。そうですね。なので、本当にね、YouTube ライブで参加させていただけて本当に良かったなと思います。本当ですか。ありがとうございます。そうですね、結構、今までこのライブ配信やっている中で、どっちかというともう、例えば20日間とか30日ぐらいやっていて、残り10日間しかないですとか、あと5日間しかないですとかっていう状態でライブ配信やられている方の方が多かったので、そうなんですね。そうなってくるとやっぱり、なんだろう、じゃあ残りの日数でどうしましょうみたいな流れになっていて、で、まあ今回花さんの形だとまあ3日目で残り19日あるということなので、まあ、ここからまたスタートするみたいな感じで、はい。この動画もまたぜひいろんなところで活用いただければと思います。はい。バリバリ拡散させていただきます。はい。ありがとうございます。じゃあ、どうしようかな。なんか、スタートして3日で、この今の25,000円っていう支援額に対して、なんだろう、予想していた金額ぐらい、支援者数ぐらいなのか、もうちょっといけたんじゃないかなっていう感じなのか、そのあたりの実際のところどんな感じですか？いやー、集まると思ってなかったんです、正直。本当に私個人でやってて、かつ個人的なつながりのある方々とか、まあ、ちょっと参加してるコミュニティとかでの情報発信させていただいたんですけど、それこそ始める時から、ちゃんと金額達成するかしないかって、ほぼもう頭になくて、とりあえず皆さんに知ってもらえればいいやっていう思いで始めたので。で、ちゃんと実際にお金をね、こうやってご支援いただけるっていうのに、すごく初日とか感動しまして、はい、もうありがたい気持ちでいっぱいです。なるほどね。はい。そうか。なんかやっぱり、なんていうのかな。みんな、クラウドファンディングって掲載すると、自分がやってることってね、基本的にクラウドファンディングやる方って自分がやってることは素晴らしいことをやっているっていう感覚でやっぱりやられているので、掲載したら、ね、なんか見てもらって、共感してもらえて、応援されて支援されるんじゃないかっていう、ちょっと期待を込めてスタートする方が多くて、で、スタートしてみたものの、みたいな形の方が結構多いんですね、実際。で、まあ、花田さんの場合は、もともとがそんなに、まあ、集まんのかなぐらいな感じでやられてたみたいな。そうですね。なるほどね。でもそれで、その感覚でスタートして、7人の方が支援いただいてるっていうのはかなりすごいと思うので。本当にありがたいです。ここからちょっと頑張っていきますか。頑張ります。はい。じゃあ、まあ、これから頑張っていくにあたって、まあ、例えば、このね、ボノジェクトっていう、ものだったりとか、ソーシャルアクションプラットフォーム、いいよって思ってくれて、まあ、共感していただいた方が支援いただいてたりすると思うし、まだ支援していなかったとしても、応援したいと思ってくれてる方いると思うんですけど、そんな方に、残り19日間、どんな応援をしていただきたいとか、ありますか？どんな応援をしていただきたいかですか？そうですね。やっぱり、今、現段階としては、そのプロジェクト自体が本当に、ちゃんとウェブサービスが形になって、やっと、ちょこちょこと、いろんな活動者さんに、
活動を掲載していただけるかっていうのを、ご検討いただいている最中なので、できる限り多くの人に認知いただけるように拡散していただけたら嬉しいなっていう気持ちでいっぱいですね。なるほど。つまりは、SNS 等でそうですね。シェアなりしていただけると嬉しいな、みたいなところですね。それが一番ですね。はい。ありがとうございます。ではですね、どうしようかな。このプロジェクトやっていく中で、これだけはちょっと伝えたいとか、自分はこんな思いで今の活動やっているんだみたいなのを、ちょっと最後に語っていただきましょうか。そうですね。私としては、社会課題、社会問題に対して取り組むっていうことにあたって、本当に 100% の正解とかっていうのはないと思っていて、やっぱりその結果って未来にしか分かり得ないことだと思うんですね。でも、だとしても、今できることをちゃんとここで、しない限り人々の意識が変わることがないって思ってるんですね。なので、やっぱりそういったその社会活動って一概に良し悪しも言えないし、すごく不透明かつ難しい問題だからこそ、みんなで社会的に考えを共有し合ったりとか、素直にわからないことを聞いたりだったりとか、そういった形でみんなで高め合って活動していくことが一番だと思ってるので、そうですね、いろんな意見を受け止め合いながら、こういったその活動にみんなで取り組んでいけたらいいなって思ってるので一緒により良い社会を目指して頑張りましょうって言いたいです。はい、ありがとうございます。はい、そうですよね。確かに今自分がやっていることが正解なのかどうなのかっていうのは、やってみて将来的にどうなったかでしかないと思うから、これやってみようかなと思ったらまずやってみるっていうのがやっぱ大事ですよね。そうですね。で、やっぱりそれでちゃんと取り組んでいる方々っていうのがいるっていうことに対して、その人たちを本当にね、ちゃんと評価というか、やっぱりその姿勢を、何よりも大事にできる社会であってほしいなっていうのがすごくあるので、ちゃんとそういった思いの部分での、共感だったりとか、実際に、それを踏まえた上での、建設的なお話し合いができたらいいんじゃないかなって思います。はい。ありがとうございます。そうですね。きっとこのプラットフォームの中でつながった方同士だったら、みんなね、やってることは違えど、気持ちの部分というか、思いの部分は似ている方が絶対多いと思うから、そういった方が集まってね、つながって、何かをやれば、今はそれこそ花田さん一人でやっているって言っているんだけれども、そこからね、どんどん人が増えていって、大きくなっていくっていうのが作れるのかなと思うので、はい、ここから楽しみにしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。ということで、本日はですね、フォーグッドでクラウドファンディング挑戦中の花田みなみさんをお呼びさせていただきまして、インタビュー形式で30分ほどお話をさせていただいておりました。花田さんのプロジェクトは YouTube の概要欄にリンク載っておりますので、そちら確認いただきまして、今一度ですね、ページまず見ていただいて、どんなプロジェクトなのかというもう一度確認いただいた上で、やっぱり応援したいと思っていただけましたら、ぜひ、ご支援いただいて、その後ですね、ぜひ一緒に何かしら活動していっていただければと思っております。はい、本日は花田さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。では最後にですね、この For Good プラットフォームの、簡単な宣伝させていただきまして、終わりにしていきたいと思います。私たちは助けたいという気持ちはとても尊いものだと考えています。その気持ちのもとに集まった寄付を1円でも多く活動現場に届けたい。そんな思いで寄付を全額実行者に届ける新しいクラウドファンディングの仕組みを作りました。さらに、クラウドファンディング経験の方でもとにかく簡単に始められることにもこだわりました。みんなで助け合うことが当たり前になる、そんな社会を私たちは目指していますという考えのもと、クラウドファンディングのプラットフォームを運営しております。もしですね、今日の話を聞いたりして、クラウドファンディングちょっと興味あるなとか、挑戦してみたいなと思っていただけましたら、こちらも YouTube の概要欄に相談窓口の URL 載っておりますので、そちらから
ぜひご相談いただければと思います。はい。ということで、ちょうど30分になりましたので、ここまでにしたいと思います。本日は花田さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひですね、この、チャンネルでは、こういったクラウドファンディング挑戦中の方を毎回お呼びして、いろんな話を聞いていきますので、気になるなという方はぜひチャンネル登録もしておいていただけると嬉しいです。ということで、本日ここまでになります。ありがとうございます。ありがとうございます。